クローズトライドのフィンガリングと照らし合わせて効果的に学習することが可能となります。3拍4連のリズムを8分音符化しグルーピングしたもの、ポリリズムによるメトリックモジュレーションといった非常に難易度の高い演奏となります。こんにちは、永井です。今回はギターで広い音域をカバーするオープントライアドについてお話していきたいと思います。簡単な練習方法や活用方法もご紹介していきますので、ぜひ最後までお楽しみいただければと思います。このビデオではオープントライアドの使われ方を具体的にレクチャーしていきます。さらにその練習方法や実際の演奏例を通じて皆さんのギターの演奏レベルが次の段階に進むことを手助けすることを目指しています。これから紹介する内容はギターの初心者から上級者までどんなレベルの方にも役立つ情報ばかりだと思いますので、もし動画が気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではギターを手にして一緒に学んでいきましょう。そもそもですね、オープントライアドって何なのかとね思われる方も多いかもしれません。これをですね端的にご説明しておくと、音域の狭い普通のトライアドを広い音域に散らばらせたものです。詳しくはですね過去の動画にて解説をしていますので、そちらを参照していただきたいんですけれども、端的にご説明しておくとですね、1オクターブ以内で構成されたクローズなトライアド、その真ん中の音をオクターブ上げたり下げたりすることによって構成することができるものです。またオープントライアドはコードの理解に役立つ知識となります。多くのギターコードはオープントライアドの視点から見ると非常に分かりやすくなるんですね。例えばこんなコードです。実はギターは密集したコードの演奏が非常に苦手なんですよね。詳しくは別の機会にお話したいと思います。オープントライアドは低音から高音までカバーできるので、ソロギターでメロディーと伴奏を同時に弾く際に役立つと思います。実際にバッハのピアノ曲2世のインベンション第1番をソロギターでカバーした時にこのテクニックを理解するのにとても役立ちました。演奏動画のリンクは概要欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。独自開発したトライアドのフィンガリング法則を反映することで様々なコードフォームを学ぶことができるので、ぜひ概要欄にあるトライアドの教則本を活用いただけると嬉しいです。例えばクローズトライアドのフィンガリングと照らし合わせて効果的に学習することが可能となります。このような練習方法も掲載しているので、ぜひご興味ある方はよろしくお願いします。練習の時はコード進行に適用するようにするとさらに良いかと思います。例えば251に当てはめてみるのもいいんじゃないかなと思いますね。もちろんこのような演奏をするには各展開系の演奏方法の開発が必要となります。教則本を通じて基本形以外のフォームにも精通するようにしてもらえるといいと思います。それでは実際のアーティストの演奏例を紹介します。まずはラーゲルンドさんのアイデアから確認していきたいと思います。ラーゲルンド氏の演奏アイデアはニューヨーク市マンハッタンのグリニッチビレッジに位置するイタリアンカフェ The Bar Next Door にて2010年にライブ録音されたアルバム Small Cloud Big City に収録された All the Things You Are のイントロテイクから F-7 コード上では A フラットメジャーのオープントライアドのファーストインバージョンが演奏されます。
半拍早く E フラットメジャーのオープントライドのセカンドインバージョンが演奏されていますが、続く E フラットドミナント7の先取りとなる印象でしょう。このまま平行確保するように D フラットメジャーのオープントライドのセカンドインバージョンが演奏されます。ここで1小節目のリズムと同じリズムパターンになっていることにも注意しましょう。リズムの整合性を図ることにより、このような無伴奏のイントロダクションに明確な説得力を加えることを可能とします。その観点は第2小節と第4小節でも見受けられることができ、第4小節では B フラットマイナートライドにおけるオープントライドのファーストインバージョンが演奏されていると解釈することが可能で、第3小節と第4小節の和声は複合的に D フラットメジャーの内容として解釈することで、第5小節における D フラットコードを先取っている演奏と解釈することが可能です。第5小節となる D フラットメジャーでは Dm7 の5th を抜いたルート3度、7度を中心に構成するシェルコードと呼んでいるコードボイシングとなっていて、そのシェイプを維持するような形で G7 上の G メジャートライドのオープントライドが演奏されています。ここでポイントになるのは、オープントライドの最高音としてさらにコード構成音を追加している点。これはオープントライドの演奏のヒントになると思います。またその流れを組んで C メジャーコード上にて a マイナーのオープントライドのファーストインバージョンが演奏され、ここでも高音の演奏につながるようなオープントライドの演奏が確認できます。E フラットメジャーキーに転調してからのラインは C メジャーコードにおけるオープントライドから高音部へのアクセスをする演奏を維持しています。Cm7 コードに対する3度代理となる E フラットメジャートライドの3度を抜いたような5度音程による広い音程の演奏が展開されています。音内容として Cm7 の7度音から F-7 の3度音へのガイドトーンによる接続が確認できます。ここでは囲い込みによる装飾を加えているのもポイントです。続いて B フラットドミナント7コードに対しては B ディミニッシュトライドのルートポジションのオープントライドが演奏されています。ドミナントコードの半音目のディミニッシュはドミナント7フラット9のコードとして昔から活用されている代表的な代理和声の理論ですね。ここでもガイドトーンによる演奏が確認でき、 B フラットドミナント7の7度音となる A フラット音から E フラットの3度音の G 音に囲い込みを加えて接続されています。接続された3度音から低音側に向かうようなオープンなサウンド展開を確認することができ、ここでもラーゲルンドはフィフスを抜いたシェルコードを想定した演奏を展開しています。そのままトップ音に意識を向けてセカンドとルートに加工している点も面白いです。次の転調となる G メジャーキーの251では D ドミナント7の演奏を中心に意識する形で D ドミナント7の3度代理となる F シャープディミニッシュトライアドのファーストインバージョンが演奏されています。続く G メジャーでは G オーグメントのオープントライアドの演奏も確認できます。さらにここではこれまでのオープントライドの演奏における低音からの演奏展開とは異なり、最高音からの演奏が確認できます。低音からの演奏、そして高音部への接続や高音部からの演奏の再開など、オープントライドの利用に非常に参考になるラインです。さらにはリズムのセグメントを工夫し、スリリングな演奏を展開している点も非常にヒントになるでしょう。続いてはジョナサン・クライスバーグさんの演奏例から活用例を分析してみましょう。ジョナサン・クライスバーグの演奏はブルックリンのアーガイル・スタジオズにて2012年に録音されたソロギター作 One に収録された My Favorite Things から、大きなインターバルで演奏されるギターリフのようなアドリブ演奏は3拍4連のリズムを8分音符化しグルーピングしたもの、ポリリズムによるメトリックモジュレーションといった非常に難易度の高い演奏となります。ここでは5音と6音のグループを確認することが可能です。6音のグループを中心に時折挿入される5音のグループがスパイスとなり、音形も相まって非常にスリリングな演奏となっていますね。
オープントライアドに対してクローズトライアドを追加した独自の解釈による演奏が中心となっていて、各コードトーンに対しダイアトニックノートをアプローチ音として追加していきます。これはオープントライアドの演奏において非常にヒントになる演奏ですね。オープントライアドの活用としてまず確認できるのは E メジャーです。続く演奏では A メジャー7の6度代理となる F シャープマイナーのオープントライアドによる上昇、下降では A メジャーのオープントライアドを核として解釈することにより見通しが良くなるでしょう。 A-7 では C メジャーによるオープンとクローズのトライアド演奏が確認できます。ここでもダイアトニックノートをアプローチノートとして利用しています。G メジャーではオープンにて打ち上げられたクローズのトライアドの演奏を維持したまま、ダイアトニック的に3マイナーから下降するラインを確認することができ、B マイナー、A マイナー、G と演奏されています。G の5度音に行き着いたまま G69 のコードによる演奏が展開されます。オープントライアドへの装飾、クローズトライアドとの融合、リズムグルーピングなどオープントライアドにおける演出のヒントが凝縮されたラインです。今回はオープントライアドについてご紹介してきました。広い音域をカバーするこのテクニックはギターの演奏、ギターの表現ですね、新しい視点を加えることができるかと思います。楽典の構造と理解、そして演奏練習を通じて皆さんもぜひこの法則をですね活用していただければと思います。オープントライアドの使い方をマスターすればコードの理解も深まり、楽器全体のね、使い方の視野がやっぱ広がるっていう感じですよね。特にソロギターでの活用とかね、非常に有効的なんじゃないかなと思います。今回ご紹介したラーゲルンドさんやジョナサン・クライスバーグさんのようなプロのアーティストの演奏アイデアを参考にしてご自身の演奏にもぜひ取り入れてみてください。今回の内容が少しでも役に立ったと思っていただけた方はぜひいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。ご質問や感想があればコメント欄にぜひ駆け込んでください。次回はまた新しいコンテンツをお届けする予定ですのでお楽しみにお待ちいただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。